今回は第1回キャラクター人気投票で、持ち主よりも人気を集めたコベニの愛車、通称コベニカーについて解説していきます。コベニカーは、第1回人気キャラクター投票で7位、第2回人気キャラクター投票で15位にランクインした、作中でも上位の人気を誇る存在です。第2回人気キャラクター投票は、チェンソーマン第1部の連載終了後に行われたため、投票直前に強烈な印象を残した、マキマの生姜焼き定食に惜しくも敗れましたが、ただの車がここまで票を集めたのは快挙と言えます。作者の藤本達樹先生は、以前の動画でも紹介したように、中学生の頃にポケモンの第一次コイルショックに参加したり、稲妻イレブンの五条勝事件に参戦してきた過去があることから、コベニカーがランクインした際には、コベニちゃんの車がランクインしてしまった時に、あの時の投票が自分に返ってきたのだと思いました。切ないけどどこか嬉しい気持ちになりました。とコメントを残しています。ここからはそんなコベニカーの、持ち主の意図に反した大活躍について見ていきましょう。ある日街中に現れたブドウの悪魔を駆除した暴力の魔人とコベニは、その現場で川の悪魔の能力を使い、公安職員の黒瀬に扮した、デンジを狙うアメリカからの刺客と出会います。こうして偽物の黒瀬を乗せたコベニカーは、見事に敵をターゲットの元へ送り届けるという、最初の活躍を見せます。こうしてデンジらと合流したコベニカーですが、その現場でコベニの車を見たパワーが、歩き疲れたから車に乗せろと近づき、これわしの車じゃないかと、いつもの虚言癖を発揮して運転席に乗り込みます。コベニは買ったばかりの車にパワーが乗ることを当然拒否しますが、うぬの血でこの車を洗ってやろうかと脅されたことで引き下がります。すると直後にコベニカーは暴走。歩道にいたデンジと偽物の黒瀬を勢いよく引き殺しました。この際コベニカーは人とぶつかった衝撃でバンパーが潰れ、最初のダメージを負います。こうして二人の命を奪ったコベニカーですが、突然の出来事に言葉を失うコベニに対して、車を運転していたパワーは、この人殺しがと一方的に責め立てます。しかし秋から何やってんだてめえ、とキレられる直前、コベニカーに引き殺されたことによって、川の悪魔の能力が解けて黒瀬の見た目が変化し、その正体がアメリカからの刺客だったことが判明します。こうして事故の責任の所在はうやむやになり、パワーはわしの手柄、と大喜び。一方でコベニは大量の汗と涙を見せました。またコミックス巻末のおまけ漫画では、パワーの記憶が改変され、パワーの中で殺し屋に襲われているコベニを助けたこととなり、車を勝手に運転された挙句、事故車にした張本人から、お礼を強要されるコベニの姿が描かれています。その後場面は変わり、デパートでクアン氏と岸辺の戦闘が始まります。この戦闘で岸辺は屋外に投げ飛ばされ、デパートから落下するのですが、コベニカーの上に落ちたことで、車がクッションになり、車の屋根は大きく潰れてしまったものの、痛えとつぶやく程度に岸辺のダメージを軽減しました。さらにその直後、アメリカの刺客も同じようにコベニカーの上へ落下したことで、コベニカーは敗者待ったなしのダメージを受けます。アメリカの刺客に関しては、痛え、程度のダメージでは済まず悶絶していましたが、コベニカーがなければ確実に死んでいたでしょう。そんな様子を、戦闘そっちのけでデパート内から見ていたコベニは、私の車が、車っとうろたえていましたが、戦闘そっちのけで車をじっと見守っていたコベニが、いかにまともじゃないかを象徴するシーンとなりました。余談ですが、このコベニカーがひたすら壊れるシーンは、フリクリというアニメの、新車が戦闘に巻き込まれてボロボロになるシーンの、オマージュとなっています。作者である藤本達樹先生は、チェンソーマンは邪悪なフリクリを目指していると、過去のコメントで明かしており、それが実行された形となります。こうして二人の人間を受け止めて、廃車寸前となったコベニカーですが、満身創痍の車体でさらに輝かしい活躍を見せます。闇の悪魔の肉片を取り込んだサンタクロースとデンジとの戦闘で、強力な闇の力を弱めるため、デンジはガソリンを浴びて、光の力を発動し、燃え盛りながら戦います。こうして光の力を得たデンジは、たまたま近くにあった、異様に屋根が潰れた車を持ち上げて、サンタクロースに突撃します。そしてこの異様に屋根が潰れた車で、サンタクロースを押しつぶすと同時に、車のガソリンに炎を引火させて大爆発を引き起こし、決定打を与えることに成功しました。この時の異様に屋根が潰れた車こそ、コベニカーです。
こうして小紅が洋服や美味しいご飯を我慢して購入した車が、敵の正体を暴き、クッションとして味方を助け、強力な敵に決定打を与える、という MVP 級の活躍をしました。こうして買ったばかりの愛車が、公安の人間によって大破した小紅ですが、自身が地獄に落とされて、限りなく死に近い経験をしたことも相まって、公安を退職しました。次の職場であるファミリーバーガーでも悲惨な目に遭うのですが、仮に公安に残っていた場合、マキマに利用され死んでいた可能性が高く、退職は好判断だったと言えます。このように作中でも屈指の活躍を見せたコベニカーですが、その車種はルパン三世の愛車としても有名な、フィアットチンクエチェントがモデルとなっており、車体やカラーだけでなく黒い布張りのルーフもそっくりです。コベニは初めての車に、イタリア製のフィアットを選んでいるところを見ると、意外と車好きな一面があるのかもしれません。ちなみにモデルとなったフィアットチンクエチェントの製造期間は、1957年から1975年のため、チェンソーマン第一部の時系列である、1997年とは少し間が空いており、年代的に考えるとコベニカーは中古車ということになります。しかしながら、作中の世界は現実の世界と異なり、異様に黒電話の普及率が高いほか、すでに存在しているはずの携帯電話がなく、公安職員は任務中の連絡にも公衆電話を使っています。このことから作中の世界では、技術の進歩が著しく遅れていると考察でき、1975年に製造終了した車が、未だに売られていることにも納得感があります。参考ですがコミックス第2巻で、コウモリの悪魔が投げた車のデザインも、70年代を思わせるレトロなものとなっていました。このように作中の世界で技術が進歩していない原因には、チェンソーマンが影響していると考察できます。チェンソーマンが、第二次世界大戦や核の名が付く悪魔を消した影響で、技術の進歩に影響を与えていることが、作中に出てくる小物からも明らかで、社会全体に影響を与えていることがわかります。ちなみに現実世界でコベニカーと同じ車種は、120万円以上で取引されており、人生で2回しかソフトクリームを食べたことのないコベニには、かなり高価な買い物と言えます。極貧生活を強いられているコベニがこの車を購入した理由は、家族の送り迎えができるからと語られていますが、過去に兄を大学に行かせるために、風俗かデビルハンターという究極の二択を親に迫られた、というエピソードもあることから、この車も無理やり家族に買わされたと考察できます。それを裏付けるかのように、第一部の終盤で家族とはもう会えないし連絡もできないと、岸辺に告げられた際に小紅の口から漏れ出たのは、良かったという安堵の一言でした。以上、今回は小紅の愛車について紹介しました。出番も短くセリフもないただの車が、人気投票で7位というのは異常に見えますが、実際には世界の四角編のどのキャラクターよりも、活躍していたことが分かりました。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。